次に休眠期のお話です。で、イチジクはですね、この葉が落ちてしまって棒苗の状態になりましたら、休眠期に入ったという状態になります。で、休眠期の目安というのは、こちらをですね、現在動画をご視聴ありがとうございます。はい、のりです。本日は10月の22日火曜日、現在の時刻は朝の7時30分になります。最高気温予想は24度、現在の気温は約18度となっております。はい、今回はですね、こちら、15アールの畑に来ましてですね、作業的にはお礼越えですね。お礼越えを施肥しに来ました。まずはですね、現在イチジク畑がどのようになっているのかというのを共有させていただいて、もしですね、お礼越えとは何だろうっていうのをですね、ご存じない方がいらっしゃるかもしれませんので、お礼越え、それと休眠期についてお話をさせていただいて、使う肥料の紹介、そして実際の施肥作業という具合になります。ぜひ最後までご覧ください。10月22日現在、イチジク畑はこのような状態になっております。この木がね、この畑で一番実が残ってます。一番木が大きいっていうのもあるんですけども、見ての通り、1、2、3、4、5、6、7、8、9と11、12個まだ残ってるんですよ。で、取れているのが、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13段まで一応取れてるんですね。ただ他の木は、そうですね、5、6個、4個から5個かな。なので、もう SLL 漬けをもう2回ぐらいしたらもう終わりという状態です。ただ、つけれるのかな。実の感じからするとつけれそうですよね。ちょっと後ほど割ってみますか。で、ここも2日前ですね、SLL 処理をしてあるので、また実ってくると思うんですね、今週中に。まだ反応は、さっきのがちょっと分かりやすいかな。少し色が変わってきてるので、2日しか経ってないんで、ほとんど反応してないかなと思ったんですけど、分からないね、見た感じ。一応2個ずつつけてある状態です。今だと、実ってくるのに8日ぐらいかかるので、10月のここ20日につけてるので、10月末ですね。28日ぐらいあたりに収穫ができる予定ですね。そこでもう1回つけれれば、その前にね、多分二重漬けということで、もう1回ね、上につけるので、やっぱ11月の4、5日あたりに取ったらもう無理かな。もう終わりかなっていう感じです。実の残り具合は、結局同じくらいかな、やっぱり。全部取り切れるという感じがちょっとしないです。ここが明日ぐらいに収穫できる予定です。やっぱちょっと硬いですね。ここは見ての通りもう残り2個か3個しかない感じですね。他の畑はですね、もうあと1回今つけてるんですけども、それつけて、シーズン終了ですね。じゃあちょっとね、先ほどの一番先頭の一番手前の木ですね。こちらですね。ちょっと実1個取ってみますか。この辺り。これ、色からすると、ものすごい青いんですよね、まだ。赤くはなってるんですけど、ちょっと取って、実際はどうなってるか見てみましょうか。じゃあ先ほど取ってきたこの青い実ね、上から3つ目かな。これって SLL 大丈夫なんでしょうか。見た感じね、まだ緑は濃い感じはするんですけど、赤みがね、花鳥部分赤くなって盛り上がってきてるんですね。じゃあちょっと割ってみます。でもなんか白いような気がするんですけどね。やっぱ白いですね。見ての通りですね。見えるかな。見ての通り、中は白いですね。だからこうなってるのは SLL 漬けできないんで、つけても、いわゆるスポンジ化になるので、この時期でこうなってるってことはもうやっぱりつけれないということですね。ちょっとね、どこからつけれるか少し取ってみます。これ、実のついているね、下から、6個目を切ってきました。いわゆる、今2個つけてあるんで、もう2個つけようと思ってるんですけど、
3回目ですね。だから3回目の熱つけれるかどうか、すごく微妙ですね。見た感じもちょっと色がどうかなという。あ、これはいけるんです。これは大丈夫ですね。見ての通り、はい。真っ赤かですね。なので、もう2回はね、つけれるということがこれで分かりました。さっきのとね、比べてみるとこんな感じです。外見上、若干、こっちの方が色が薄くなってる。これカメラで分かるかな。中身はね、こうなってると。ね、こうが、こうと。このぐらい微妙な差ですね。うん。ここが大丈夫で、こっちがまだ早い。非常に微妙ですが、若干色が薄くなっているかなという感じですね。なんでやっぱりあと2回ぐらいつけたら最後ということが分かりました。お礼声は何かというのをですね、説明させていただきます。お礼声といってもですね、特別な肥料ではなくて、通常の肥料になります。タイミングですね。いつの時期に施肥するかによって、お礼声という言い方をしているという感じです。シーズン最後、いわゆる収穫時期が、これはイチジクだけじゃなくて、果樹全般に言えるんですけども、収穫時期が終わって、来年までですね、休眠期に入る前にあげる最後のね、肥料のことをお礼声と言います。1年間ですね、実をつけて頑張ってくれた果樹たちにありがとうという意味を込めての肥料ということで、お礼声というふうに呼ばれております。なぜこのお礼声をですね、あげるのか。今からね、休むんだから特に肥料いらないんじゃないっていうふうに思われるんですけども、実はイチジクはですね、8月の終わり、もう9月くらいからですね、来年に使うための養分を蓄えております。新芽が出てきて、だいたい5枚から7枚ぐらいかな。昨年の養分を使って葉をですね、どんどん広げていくということをいたしますので、この肥料をですね、あげることによって成長をね、良くさせるということができますので、皆さんもね、ぜひお礼声をですね、あげてください。イチジクの場合、あげるタイミングとすれば、葉が落ちる前ですね、黄色くなって落ちる前、色づく前にですね、葉が黄色くなる前にあげてください。そうしないとね、肥料成分を吸い上げる力がなくなってきますので、葉がね、落ちてしまってからでは意味がありませんので、葉が落ちる前に施肥を行ってください。次に休眠期のお話です。イチジクはですね、この葉が落ちてしまって膨内の状態になりましたら、休眠期に入ったという状態になります。で、休眠期の目安というのは、こちら現代農業の記事になっていたものなんですけども、イチジクの休眠期っていうのは、気温がですね、16度以下になった累積時間をですね、計算をして300時間必要だというふうになっておりました。で、こちら北陸の場合ですと、見ますと、12月の中旬くらいにですね、もう葉が全部落ちてしまうような状態になりますので、そこから休眠期になるのかなということで、昨年の気象庁のデータを参照させていただきますと、こんな感じでした。16度を超えているのは12月の間は3日だけですね。それ以外は16度を超えることがないという形になりますので、ほぼほぼ1ヶ月の間は16度を割るような状態になりますので、1ヶ月30日、すべてね、24時間休眠期の時間というふうに当てますと、計算するとこんな感じですね。いわゆる24時間かける30日となりますので、この時点でもう600時間を超えるということが分かりますので、北陸におければ12月の半月だけでもほぼですね、300時間をクリアできる。実際に剪定を開始するのが2月に入ってからになりますので、1月の方もですね、休眠期というふうに換算すると、300時間は余裕でクリアできるという状態になります。ちなみに一昨年ですね、2022年のデータを確認すると、実は12月は16度をですね、上回った日っていうのは0日だったんですけども、去年は3日あったんですね。少しずつやっぱり温暖化の影響が出てきている感じがいたします。とはいえ、1月はね、16度を超えることがないので、1月1ヶ月あれば休眠期の条件はクリアしたという状態になります。でですね、今回お礼後にですね、利用する肥料を紹介させていただきます。毎年ね、うちではこの肥料しか使っていないんですけども、JA さんから購入しております、流浄固形35プラス小粒タイプを利用しております。NPK の配合率は10、10、10になりますので、それぞれ2キロずつ入っている状態になります。
1袋20キロになります。追肥の場合の、目安とすれば 10R あたり20キロから40キロになりますので、私は1袋で、今回はこちら 15R の畑になりますので、1袋半ですね、30キロ施肥していきたいと思います。いつもね、追肥でやっている量と変わりません。なので、1本の木あたりに施肥する量は、私の場合はだいたい5つかみから6つかみとなりますので、私はだいたい1つかみが約ですね 30g、細かく言うと 33g あったんですけども、3×5=15なんで150から160g ぐらい、3g オーバーなんでサブログ18だとすると、170から 180g ぐらいですね、施肥するような状態になります。で、うちはね、全部で 35R あるんで、3袋半利用するということで、今こちらには4袋ね、準備している状態です。半袋余る状態にはなるんですけども、そちらはまた別のね、畑で利用していきたいと思います。では、早速施肥していきます。で、まだね、葉がついてるので、手桶の方でね、巻いていきます。はい、じゃあ行きましょう。よし。では、巻いていきます。よし。はい。よし。はい、入りました。粒の状態はこんな感じです。ちょっと手袋もネズミ色なんで、同じ色になっちゃってますけど、グレーの粒ですね。一つですね、言い忘れました。お礼肥でですね、利用する肥料は即効性のある化成肥料がおすすめとなります。時期的に今ですね、今日は10月の22日に施肥をすると、即効性のある化成肥料の効果っていうのは1ヶ月続くと言われているので、11月の末ですね、いや12月に入る頃にはもうすでに切れておりますので、休眠期にですね、入る頃にはもう効果がないという具合になります。遅効性とか緩和性ですね、を利用してしまいますと、休眠期に入る頃もですね、じわじわとね、肥料の効果が続くので、休眠期にね、入れなくなるという恐れがありますので、休眠期に入る前にスパッと切れる、こういうですね、化成肥料、即効性のある肥料がおすすめとなります。よいしょ。はい。半分巻いてきました。半分っていうか、10キロぐらい巻いてきましたね。で、天気予報的に言うと、この後9時過ぎから雨が降るそうなんで、ちょうどいい感じですかね。これ言ったっけ？あれこの話さっき言ったっけな？いいや、ここ行ったか。よし。お礼肥のね、施肥の方を完了いたしました。残りはですね、他の畑でありますので、このままやれば、1時間半ぐらいでですね、施肥の方は完了いたしますので、先ほどもちょっとお話ししましたけど、この後ですね、ちょうど雨が降りますので、いい感じですね、効いてくるのではないかなと思います。じゃあ最後にですね、完全に私事のお話なんですけども、本日10月22日は実はですね、結婚してですね、ちょうど30年となります。1994年の10月22日に結婚式を挙げたんですけども、で30周年ってそういえばなんだろうなと思って調べてみて分かったんですけども、30年って真珠婚っていうんですね。なんかパールですね。私も初めて聞きました。
50年が金婚式、確か60年が金剛石、いわゆるダイヤモンド婚式っていう風までは知ってたんですけども、そういう真珠婚っていうのもあるのっていうのを私初めて知りました。日頃のね、感謝を込めてありがとうという具合には、妻には伝えようかなというふうに考えております。はい、完全私事の話は以上で終了です。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画は以上になります。次回の動画でお会いいたしましょう。